こんにちは、グリプトです。市場全体もさらなる下落が懸念されてますけども、今回はトレジャリー株ですね。個人的に結構大変なことになってます。本日はそのあたりの細かいところを見ていきたいと思います。本日の主なラインナップはこちらになってます。それでは本日のポジネガファンダー、チャートなどまとめてみていきたいと思います。ビットコインは現在11万4300ドルあたり推移しています。発表された指標の方では、FOMC 議事録などがありました。で、米週間石油在庫統計がですね、前回よりも大幅減となってまして、で、また FOMC 議事録もインフレ懸念からの米ドル高要因、利下げ期待低下要因が多い印象あります。で、ただ、ドル円は147.3円台と維持してまして、で、これが日本の利上げの警戒、10年債利回りの高騰などが影響しているという見方もありますね。米株指数は調整、ゴールド上昇と若干リスクオフ傾向となっています。あと個別株の方ではアークインベストがブリッシュとロビンフッドの株を購入したというのも話題になってるんですけど、まずストラテジーが株式発行基準の引き下げを発表しています。で、以前までは MNAV が 2.5 倍以上の場合にのみ新株発行が認められるという条件だったんですけども、今後は MNAV が2.5 倍未満でも新株発行可能にすると発表しています。で、以前からトレジャリー界隈ではですね、この MNAV が低いと割安、MNAV が高いと割高であると、そういう認識だったと思うんですけど、今後はね、MNAV に関係なく、どんどん株式発行していくとなると、また状況が変わりそうではありますよね。で、株価も再度下値更新してまして、344ドルと、今年4月の水準まで戻ってます。トレジャリ界隈を牽引するですね、このストラテジーの動きが今後どう影響するのか注目ですね。で、あと今から3週間くらい前にですね、アルトトレジャリ株のウィントの動きがだいぶやばくなってるということをですね、そのメンバーシップ動画で少しお伝えしましたけども、こちらがね、ついに上場廃止となってます。ナスダックの上場規則に準拠していないことから、8月21日をもって取引停止とされています。で、株価は 0.5 ドルあたり推移してたんですけども、昨日で 0.1 ドル、マイナス 77% 記録してますね。で、少し前にも触れましたけど、株はね、この上場廃止リスクが怖いですよね。もともとね、何の需要もない株がアルトトレジャリー始めて、一時的にお金が流れ込んだという側面もありますから、もしかしたらね、今後もこういうケースが増えてくるかもしれないですよね。トレジャリ株が今後も生き残れるのか注目です。あと日本株の方は連日展開が変わってないですね。メタプラネットが下がって、ホッタマルショ、S サイエンスが伸びる展開になっています。で、メタプラネットはですね、777円近くなってきましたね。で、メタプラネットとホッタマルショはですね、時価総額がだいぶまだ差がありますけど、単価がだいぶ近くなってきたんで、この辺りで展開が変わるのか注目したいですね。昨日の ETF は現時点ではマイナス840万ドル相当、連日流出傾向となっています。香港はゼロとなってますね。ビットコインの先物の方では OI は全体でプラス 0.67%、809億ドル相当。オーダーブックの状況としては、上は11万4800、下は11万3500あたりから目立つ状況となっています。今後の指標としては、本日が米 PMI、米中古住宅販売件数、8月22日がパウエル議長の発言、8月25日に米新築住宅販売件数などが控えています。ビットコインは若干 OI も増加してまして、11万4000ドル回帰してるんですけど、一時11万2300と下値も更新してます。で、現在はちょうど11万4500の抵抗あたりですけど、上の材料が少し少ないんで、ここでもう一回弾かれてですね、その明日のパウエル議長の発言を迎えると、そういう展開が優勢のような気もしますよね。で、本日も22時45分に需要指標の米 PMI 控えてますんで、それらの時間帯にもどのように動くのか注目ですね。今年もアジア最大級のグローバルカンファレンス WebX の季節がやってまいりました。いつもこのチャンネルで取り上げている世界の著名人、また日本の豪華ゲスト、堀江貴文さん、テスタさんなど出演予定となっています。概要欄のリンクからディスカウントコードを入れてチケットをお求めいただくと、割引価格からさらに 20% オフでチケットを購入できますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。そしてイーサーですね。イーサの価格は現在4340ドル、BTC 建ては 0.0380、
先物の方では、大和全体でプラス 1.15%、610億ドル相当、ETF は現時点ではプラス900万ドル相当、香港はプラス196.22イーサとなっています。BTC 建てがまた再度強くなってますね。時間足の抵抗も抜けた展開になってます。で ETF とかもね、しぼんでるんですけど、なんか未だに強いですよね。再度0.04あたり、更新が期待されそうではありますけど、日足で見ると、まだ下の可能性ありますね。今夜また続伸できるのか注目です。あとその他の動向では、先日米国の銀行協会らがですね、現状のジニアス法は仮想通貨事業者らが規制を回避できる仕組みになっていると訴えて、ジニアス法の改正を求めてましたけど、それに対して今回ですね、米ブロックチェーン協会らが反対の声明を出しています。この動きが競争を阻害し、消費者選択を制限すると主張してますね。昨日 JPYC の岡部さんの投稿とかもバズってましたけど、米国は一旦ですね、その仮想通貨事業者への差別はなくす方向で動いてますけど、仮想通貨業界と銀行業界の対立ですね、これはまだ続きそうな雰囲気が出てますね。あと他は中国が人民元ステーブルの導入を検討しているという動きも話題になってます。で、これまでの中国は未だに仮想通貨禁止でデジタル人民元推進という姿勢だったと思いますけど、今回の人民元ステーブルはですね、民間からの発行、あとステーブルは CBDC と比べると、どっちかというと仮想通貨寄りなんで、中国の仮想通貨方面の規制緩和が期待されたりしてますね。中国の体制が今後変わるのかも注目です。アルトのチャート的には昨日の下落から反発はしてるんですけど、大半が戻りきれてない状態ですね。で、XRP は再度3ドルの攻防となってます。ただ時間足の抵抗は抜けてる形状になってますね。で、直近の節目が3.1ドルで、その上が3.3ドルあたり、それぞれ抵抗になってますけど、こちらも続伸できるのか注目です。で、あと対抗のソラナとかはですね、若干強い印象あります。プラス 6.1%、昨日の水準も超えてますね。で、次は200ドル前の195ドルあたり、この水平が抵抗になりそうですけど、こちらも続伸できるのか注目です。今日はこのとこですかね。個人的には今まで市場を牽引してきたトレジャリー関連の空気が非常にね、悪くなっているのが気になります。本日、明日の米指標を控えてですね、耐えられるのか注目です。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。